はい、皆さん見えていますか？聞こえていますでしょうか？アシスタント背景美塾のライブ配信やっていきたいと思います。皆様からもし背景の悩みとか、疑問とか、そういったものが今現在ありましたら、それをこの配信で YouTube ライブ配信で解消していこう。そんな配信を行っていきます。はい。さあ、で、背景美塾っていうとですね、こんなんですよってホームページが映っております。背景美塾は背景の塾ではあるんですけども、いろんな講座を行っております。もうね、様々な講座ご用意しておりますよ。オンデマンドで皆さんのご自宅で見ることができるオンデマンド配信、講座もたくさんあるんですけども、もちろんですね、僕ら東京の原宿に塾を構えておりまして、パースの講座、クリップスタジオの講座、ネームの講座、対面での講座なども行っておりますので、もしね、そういうのだったら受けてみたいかなという方は、ぜひとも背景美塾のホームページご覧いただければというふうに思います。さあ、で、いろいろとね、ここ流れてくるんですけども、ちょっとサポートクラブ行きましょうか。はい。背景美塾サポートクラブはですね、背景美塾のオンデマンドの講座、200講座以上あるんですけども、この講座を全部見ることができて、さらには週1で1時間の個別添削なども皆さん受けることができる。さらにですね、今後いろんな講座が追加されていくわけなんですけども、そのオンデマンドの講座はずっといつまでも最新作を見ることができる。で、この視聴期限っていうのは基本的にはもう本当に無期限で視聴期限がありますので、なので、このサポートクラブおすすめでございます。普段のオンデマンド配信っていうのは、講座はね、1年間の視聴期限がついてるんですけども、これはもうずっと永続的に見ていけますので、さらに1年間の個別の添削が1時間、1週間に1時間の個別添削がつきますし、で、さらにですね、豪華な特典がつきます。多分送られてきたらめちゃくちゃ豪華すぎるじゃんって思うぐらいの特典がついてきます。それがサポートクラブなんですけども、学校さんにですね、1年間通うよりは断然お安い価格となっておりますので、なので、この1年間で皆さんが画力をガンガン上げたいなと思う方には大変おすすめなのかなというふうに思います。プロの漫画家さんやプロのイラストレーターさんもたくさんこちら、たくさんというほどじゃないですけれども、ご登録いただいて、ご受講いただいております。もうね、今年にかけるって方におすすめでございます。さあ、で、そんなサポートクラブの他にですね、背景美塾はオンデマンドの講座たくさん作っているんですけども、そのオンデマンドの講座をですね、こちら、前ダックスと、私、前ダックスと中間先生の講座をがっつりとコースにして、フルコースにしてですね、皆さんに分かりやすくお伝えする、こちらがオンデマンドのこちら、特選コースでございます。で、この、オンデマンドの講座1本が7700円なんですけども、こちらは7本セットにして、マイダックスの中級講座、また、中間さんのクリップスタジオの背景講座、これ7本セットにしまして、かなりお得になります。で、こちらですね、何%オフでしたっけ？ 40% オフなんですって。これぐらいオフになりますので、なので、これらの講座、7講座なんですけども、背景美塾の中級講座、私行っていました中級講座の内容などが、このオンデマンドの講座の中にいっぱい詰め込まれております。なので、中級講座おすすめです。で、さらにですね、こちら、中山さんのクリスタ背景講座、ごめんなさい、初心者の方でも、さらにもっともっとレベルアップをしたいという方でも、大変おすすめになっておりますので、こちら、もしね、気になるなって方いらっしゃったら、今、本当にお得な期間中でございます。8月にご受講いただいた方にはですね、個別の添削1時間がサービスで無料でついてきますので、なので今かなっていう特選コースです。はい。で、さらにですね、こちら、2つ目かなこれかなドン来ましたね。2025年のこちら11月の22日から3日間、また、25日からの3日間なんですけども、こちら、背景美塾の初級講座を出張します。大阪出張講座を行います。なので、ね、
大阪にお住まいの方、もしくは関西近辺にお住まいの方で、いや、オンデマンドじゃないんだよ、DVD じゃないんだよ、初級講座を直接受けたいんだよって方に、大変おすすめとなっております。ね、で、出張だから、ちょっとだけお高くなるんですが、ただ、普段の講座39,800円だったかななんですけども、こちらはですね、出張して44,000円になります。まあ、ちょっとお高くはなるんですけども、どうでしょうか、東京まで来るよりは断然お安いんじゃないかな。しかもですね、こちら会議室を借りて、出張講座を行いますので、まあ、皆さんもね、ごゆっくりしながらですね、なんとなくね、非日常を味わえる、そんな空間を作っておりますので、まあ、ぜひともこちら、関西近辺にお住まいの方、2025年の11月から11月の後半、初級講座、出張を行いますので、どうぞこちらですね、気になる方はホームページご覧いただければと思います。さあ、では、この、ライブ配信ではですね、皆様からのクリップスタジオの悩み、背景の悩みにお答えしていくこちら、背景&クリスタお悩み相談スペースを行っていきたいと思います。まあ今現在ですね、皆さんが抱えてしまった悩み、背景の悩み、クリップスタジオの悩みを解消していこうという、そんな講座になっておりますので、まあ講座じゃない、スペースになっておりますので、まあ今日ね、今、この時間で解消できるものもたくさんあるかと思いますので、ご利用いただければと思います。ライブ配信でございます。ありがとうございます。金の音さん、コメントいただきました。ありがとうございます。立法ちゃんいただいております。ね、もうぜひとも何でもお申し付けいただければと思いますよ。ただ僕だけだとクリップスタジオの悩みを解消することはできないかもしれませんので、まあ、ここでですね、背景備蓄のクリップスタジオの講師、中間さんをお呼びしましょうか。中間さん、お願いいたします。来ますよ。はい、お願いいたします。はい、中川さん、今日も元気そうで。はい、お願いいたします。元気でございます。はい。さあ、では、まあ、この8月の、皆さんのお悩み相談スペースというふうになりますけども、さあ、皆様からもしね、お悩みがなければ、相談がなければ、これで終わってしまうというスペースなんですね。随分、こう、綱渡りな感じの。そうですね。はい。中山さんのなんかないんですか？お悩み。悩み。まあ、僕のクリップスタジオの悩みか。最近悩みなく使えてますよ、ありがたいことに。それは素晴らしい。ね。まあ、何もないことが良きことでございますので。本当ですよね。まあ、ただこの配信を使うときには Windows じゃないですか。で、まあ、Mac を僕は普段使ってるので、やっぱりこうオプションキーとコマンドキーでこう騙されてしまうというのかね、場所が。それありますねえ。しかもこう Windows には Windows キーってよくわかんないのもついてくるじゃないですか。まあ、ちょうどこのオプション、オルトとコントロールキーの間に。ありますね。ねえ、もうこれどうにかならないかなっていう悩みではあるんですけども、まあ、ね、こればかりはもう、なんでしょう。Windows キーってこれどうにかならないんですか？はいと。ならない。外すしかない。そうですね。今のところは特に使うところはそんなにないので、まあ、Windows メニューを出すぐらいしかないので。そうですよね。なので現状はなかなか。ね、Windows キーこんなにこうね、スペース取らなくてもというふうに思うんですけどね。押すとなんかこういうの出てきちゃうじゃん。ね、実にもうるさい。そうですね。まあ最近の時事ネタ。時事ネタ。うん。どうぞ。時事ネタ。時事ネタ。時事ネタ。熱帯低気圧が台風になってそのままなんかこう直線で上に上がってたのがこういきなりこう横にガーンって曲がってきた。それは時事ネタです。相当な時事ネタです。時事ネタ。もっと時事ネタなんかある？時事ネタ。まあ竹下通りは相変わらずだし。ね、かき氷屋さんが潰れちゃったなと思ったら、ね、ちょうどこのハイシーズンの前にかき氷屋さん潰れてしまったなと思ったら、もうビルごとなくなる。そうね、かき氷屋。もうちょっと頑張れよと思ったんですけど、かき氷屋なくなっちゃったので。近くになった時。
7月になくなるっていう。いやいや、今だろみたいな。かき氷はこれからだろうと思ったらなくなるっていう。ね、まあ、ビルごとなくなったので、もうね、こう、かき氷屋さん続ける予定だったけど、なんかそういかなかったんでしょうね。精一杯だったのかな。ね、コメントありがとうございます。はい。まあそうですね。羊羹ですよね。はい、羊羹。羊羹もらうと嬉しいでしょうって話でしょ。じゃあ羊羹。羊羹をトライアのやつ。トライの羊羹、ちっちゃいやつでしょ。そう。ちっちゃいやつ。ね、こういうケースに入った。ね、まあどんな国に住んでいようとも羊羹は嬉しいものだろうというふうに思いますが、ただそうじゃない人も世の中にはいるということで、人によってはでしょ。ね、人によってはね。よいしょ。こんなもんですか、トライの羊羹。まあ、で、これ開けないといけないですからね。開けるっつと、こんな感じですか。で、これじゃあうまく開いてくれないか。こんな感じですか。これ時事ネタで絵で表現できるものという。絵で表現できるものといえば羊羹。ね、この中にこう、このなんか銀紙で包まれたぬるっとしたやつが。この銀紙がまたちょっとたまに剥がしにくい時があります。とか。はい。羊羹。トライや。一応この背景美塾、今回 YouTube やっておりますけども、すいませんね、本当にもうちょっと予告してやればよかったんですけどですね、なかなかこうスケジュールがですね、大変、ありがたいお話でですね、大変ちょっと忙しくてですね、なかなかまとまったスケジュール、本来の予定ではなかなかできなくて、本当ですよね。なのでね、今日も今回のライブ配信も30分前にやりますって言って今やってますんで、本当ですよ。もうちょっと予告しろですよね。なかなかちょっと8月まで多分ライブ配信初めてなんだと思います。初めて。はい。で、背景美塾2025年の8月は、まず8月の3日と4日かなに、高知県の方に出張しまして、高知県が主催している漫画甲子園というものに出展していたんですね。はい。なので、高知県まで行っておりましたので、とてもライブ配信はできなくてですね、ただ現地の方でね、前田さんの背景添削とか、ライブドローイングとかやっておりましたし、はい、あと、漫画甲子園っていうぐらいなんで、高校生向けの、ね、もので、一応高校生向けの、YouTube 配信も実はやっていたんです。ただ限定配信なんで、直接背景美塾のチャンネルとかでは見れないので、X の方、漫画甲子園さんの X の方で、ここから見てくださいっていう URL の投稿があるので、そちらから見ていただくと、4講座上がっているので、実は無料で見ることができる。そう、どんな方でも見れるんですよね、一応高校生向けっていうことになってるんですけども、一応、前田さんの講座が3本、中山のクリスタ講座が1本、計4本。実はですね、上がっているので、もしよろしければね、X の、漫画甲子園さんの方の、ありがとうございます。ね、見ていただければと思います。はい。そんな漫画甲子園がありまして、で、その後は漫画甲子園の話題はそれだけなんですか？それ以上触れるとなるほど。ちょっと悲しいことになっちゃう。ちょっと悲しいこともありますので、なので、もちろん他にありますよ。はい。高知に行って、サバじゃないや。カツオが美味しかったって。カツオ美味しかったね。ただ前田さんが前田さんは手術明けですので、そんなにカツオが食べれなかったって。そうで、しかもね、ちょっとこう淡白なものだったらね、脂質が少ないものだったらいけるかなと思って、クジラの下タンの部分を食べたらもう全部油みたいなのが出てきちゃって。そうですね。そうで、クジラのタンがあったんですよ。結構珍しいと思うんですけど、おっと思って、これタンだったら油ないだろうって思ったら、油の塊みたいなものが出てきて。僕今脂質を食べるとね、体がギューってなる病気になっちゃって、なので脂質を取ってはいけなかったのにね。そう、油なんだ。ありがとうございます。そしたら、ね、白いやつが出てきて食べたら美味しいんですけど、
もう食った瞬間にこれ油だろうと思って、びっくりしましたでね。も一番食べちゃいけないもの食ったみたいなものだしだって、びっくおやりしちゃって、おやおやおやとももうなんか頭の中がぐるぐるなっちゃったもん。うわーと思って、え美味しいとも、まあ美味しいっていうか独特なね、まあ、食感ではあって、ね、美味しいは美味しいんですけど、まあ、前田さんが今食べるものではなかったっていう。美味しいんですけどね、僕は食べちゃいけなかったやつでしたね。じゃあ、カツオをどうぞ。カツオどうぞって。生きてる方でも切った方でも。まあじゃあ切った方にエルマさん、メンバーシップありがとうございます。どうしたんですか急にこんなライブ配信でって変ですけど。こんなライブ配信で、そんなメンバーシップありがとうございます。ありがとうございます。なんかこう、人が増えるはずがない動画の配信を今やってるような。ありがとうございます。すごいですね。ありがとうございます。一応ね、メンバーシップ限定の素材ですね、前田さんの背景素材の配布と、あとね、ちょっと、最近はちょっと上げれなくて申し訳ないんですが、限定の動画ね、やっておりますので、ありがとうございます。これ、カツオですよ。切り身の。はい、コメントありがとうございます。背景のお悩み聞いてもらえるんでしょうか。はい。背景のお悩みを聞いてもらえるんですか。はい。はい。もちろん、もうメンバーシップの方は優先的にというそんなルールはないですけども、ぜひコメントいただければ。そうですね。まあ、こんなカツオを書いてる場合じゃないですよね。さすがにちょっとこれはなんかこう聞けなくなっちゃいますね。これ見てたらね。じゃあ、ぜひコメントいただければと。はい。まあ、あと時事ネタといえばね、熊でしょうかって金のお父さんからありがとうございます。熊いっぱい出てますからね。なんかね、結構ね、大変なことになってます、本当ですよね。まあ、可愛いばかりじゃない、熊が可愛いっていうのはちょっともうなんかもはやどこの国の話かって話になっちゃいますが。ね、コメントありがとうございます。ありがとうございます。関係ないから拾っていただかなくてもいいですけど、やっぱりメイダックスさんちょっと痩せられました。ありがとうございます。前田さん痩せられましたかって。そう、脂質を食べていけない病気になってしまったので、痩せてしまいましたね。言い合わせ方ってないでしょうか。コメントありがとうございます。そうですね、前田さんはね、7月にね、ちょっとね、体調不良でありまして、その後ね、随分とほっそりとされて。そうなんですよ。もう、この後、どんどん僕は痩せていく予定でございます。まあ、そんなことはないかもしれませんが。あとコメントありがとうございます。先ほどメンバーシップの方ですね、ありがとうございます。自分はね、キャラクターと背景といいサイズ感の合わせ方に迷っています。いい合わせ方ってないでしょうかっていうご質問です。ありがとうございます。キャラクターと背景のいいサイズ感の合わせ方。いい背景のいいサイズの合わせ方。悪いサイズの合わせ方ってどんなサイズの合わせ方をするんでしょうね。普通になんとなくですけど、キャラクター背景とサイズが合ってない位置が合ってる。なるほどね。サイズの合わせ方ってまずは基本は足元だというふうに思っていただければと思いますが、最悪ですね、キャラクターと背景はその足元さえ合っていればどうにかなるのがキャラクターとなんでしょうね。大丈夫？大変なものが落ちてしまったような気がしますが。大丈夫。使ってないマイクの方が落ちたんで。マイクが落ちましたが、あんまり使ってない方だったので大丈夫ということで。はい。さあ、では、じゃあ、せっかくなんでね、よいしょ。で、これね、じゃあ、キャラクターと背景合わせましょうかね。はい。じゃあ、よっこらしょ。はい。で、じゃあ、羊羹をずらしましょうか。数字も動いてる。数字だけは別にね、しときましょうか。じゃあね。すいません。今、どうでもいいことをしてますよ。少々お待ちください。すいませんね。なんかこんな、ちょっと待ってくださいとか言うの。で、そしたら前田さんが準備していっている間に、背景美塾はその後、じゃあ、高知県の漫画甲子園の後何をやってたんだって話なんですけど。何やってたんでしたっけ？記憶を思い出して、記憶というか、スケジュールを確認します。スケジュールを確認する。なんかね、忙しかった。大変忙しかったですね。そうですね。で、漫画甲子園が8月の2日と3日間あって、その次の週ってですね、前田さんの講座ですとか、あれですね。場所は言ってはいけないやつ。そう。漫画アパートメント V さんっていうですね、
ところで、まず中山の方で講座を行っていたんですよ。そう、漫画甲子園の次の週だったんですよね。はい。で、聞いたことあるようない方いらっしゃると思うんですけど、分かりやすく言うと、チェーンソーマンとかのはい編集のされている林志平さんっていう編集の方がいらっしゃって、で、その方が主体となって運営している、なんかいろんな作家志望の方が集まってるっていう、アパート、はいアパートという割にはあまりにも豪華なんですけど、マンションみたいなって言った方がいいのかな。マンションといっても豪華ですよね。非常に豪華ですけども、そういったところがあるんですね。で、そちらの方で何人かの、何十名の作家さんが今集まって作品制作をされているって場所があります。で、そちらの方で背景美術の方で、最初は前田さんの方で、ちょっと簡単な講座的なものを行って、で、その、漫画甲子園の後ですね、ついこの間ですけども、中山の方でクリスタの背景講座、パース定規と 3D の講座をですね、2日間、かけて行わせていただきました。っていうものを実はやっておりました。で、以上、その漫画アパートメントさん、今第2期の、入居者を募集しているそうですので、興味がある方はね、ちょっと調べてみると出てくると思います。正直、いけそうだっていう方は絶対に応募した方がいいと思いますよ。場所は秘密なんですけども、めっちゃいい場所ですから。もちろん東京都内23区内でね。そうですね。そこまではね、公表されているので、なので一応東京都内ということは、そこはもう宣言されているので、でそちらの方で1年間入居費用全部無料ですし、光熱費、飲食費まで出ますので。すごいですよね。すごいです。本当にどうかわかんないけどね、住んでみたら。もしかしたら自分が食べたいものは出すかもしれない。もしかしたらね、お菓子くださいって言ってくれるものじゃないと思いますけど、ラーメン食べたいって言ったらね、自分で買ってこいってなるかもしれませんからね。ということかもしれませんけど、なのでそういったところで、本当に静かな場所で作品の漫画もとにかく大量の資料もあるし、本当ですよね。作画スペースもあるし、本当にで風呂もねありますし、大きいお風呂もありますので、めちゃくちゃいい風呂でしたよね。めっちゃいい風呂でした。なんかもうホテルっていうか旅館のお風呂みたいなね。そうですね。なのでアパートとかいうよりはホテルって感じですね。そうですよね。本当に都内のいいホテルに泊まってるみたいな。それが365日泊まれるみたいな、そんな感じ。食費ね、食費付きでね。そんなイメージでした。すごい話ですよ。っていうものをね、行っておりました。はい。さあ、で僕は今、クマを描いてるんですが、キャラクターとの合わせ方のためのクマですよ。適当に描いてるわけではないんですよ。適当に描いてるけど。ただ、その後はですね、8月の9日と、9日の方ですと、その漫画アパートメントさんの講座の翌日の方だと、塾長マイダックスの方でですね、背景、原稿添削会。あれも今月だったんだね。ずいぶん昔の話だと思ってた。ちょっと初の試みで行いまして、1回4時間ほどで参加者の方が自分の原稿を持ってきていただいて、で前田さんの方で背景の添削を対面で行う、またはキャラクターだけが書かれている状態の原稿をお持ちいただいて、前田さんの方で背景のラフを入れるっていう、講座ではないんですけども、そういう添削とかですね、ラフ入れのようなそういったものをですね行っておりました。はい。ね、基本的に何でもやりますよっていう回だったので、そこで持ってきてくださったのが、例えば、何でしょうね、背景の設定をしてくださいっていう方とか、本当になんだろうな、これまで書いたものの添削の他にも、もっとそのラブを書いてほしいとか、なんかこういうふうな構図でできますかっていうものを書いたりとか、結構いろんなものに対応できる回でございまして、頑張っても一コマ書けないんですよとか、何ヶ月かけてるんだけども1ページ進みにくいとか、そういう方のためにまずは一コマ、まずは1ページ進めちゃおうよというようなね、そんな添削会になっておりますので、なのでちょっと普段書かないけどって方でも全然 OK でございますので、はい、そんな缶詰っていうねイベントを行っておりました。はい、じゃあ前田さんの方で。はい。
さあ、はいでは、じゃあね、まあ一応こんな感じで、こう、くまちゃん書いてみましたよ。くま。で、まあ、熊とじゃあ、なんですか、トライの羊羹を、なんですか、スケールを合わせてみますか。はいスケール合わすっつってね、でトライの羊羹じゃ、これスケールもクソもないか。ただこれスケールは合ってるとかどうかで、パースは合ってないですよ。パースは、まあ、まあのね、もうパスって関係ないよ、スケールには。スケールはね。スケールにはね。なので、じゃあ、ここになんかもうちょっと違うものを書いてみましょうか。何が欲しいですか、中間さん。今ね、ご質問いただいた方、エルマさんにしましょうね。エルマさんに、じゃあ、クマと何を並べてほしいですか。背景とキャラクターっていう意味合いでね。じゃあ一応このキャラクターが、はいくまちゃんがキャラクターだとして、くまちゃんがキャラクターだとして、まあ、そこにね、背景と、まあ、並べたいと。まあ、一応、そのご要望が来るまでに、カツオでも書いてみましょうか。普通は合わせやすそうな感じ。カツオはやしやすいですかね。カツオです。そうじゃないでしょ。カツ違うの。それはユニコーンでしょ。まあ、どこまで書いたらカツオになるんだろう。もうカツオっぽくないカツオっぽくない横の面と奥行きがあるような花壇とか。花壇。横の面と奥行きがあるような花壇とか。花壇ね。花壇。横の面と奥行きのある。横の面と奥行きがある花壇。了解です。横の面ね。奥行きがある花壇。奥行きのある花壇。花壇。お花を大切に横の面がないといけないですからね。じゃあこれ横の面ってことにしましょうか。横の面。横の面がある。花壇でしょ、これお花ね。良いお花です。よいしょ。これも良いお花ってことで。悪いお花とか書いちゃいますか。まあいいや。良いお花だらけしておきましょうか。で、花壇ね。ちょっと適当にも程がありますかね。まあ、ね、花壇がメインじゃないですからね。背景と合わせる。はい。手間をかく、まあ、それだけ手間がかかりますね。これで。はい。今言ったような花壇や部屋の中にいるキャラクターみたいに立体感のあるものに囲まれた中でのキャラクターとのサイズを合わせるのに毎回悩んでいるんです。ありがとうございます。じゃあまずはとりあえずね、またでコメントいただきましたけど、まず前田さんの方でね、こちらのくまちゃんとこの花壇についていきましょう。はい。で、くまちゃんの身長を勝手に決めちゃいましょうか。くまちゃんの身長は、ここからここまで、頭からちょうど足元まで
まあ仮にですけれども1メートルっていうことにしときましょうか。わかりやすくね。1メートル。ね。で、花壇の高さってよくわかんないですけども、まあこれを30センチぐらいにしときましょうか。30センチ。30センチ。今、なんか合ってる感じになってますが。普通になんかスケール合わせて書いたような気もしなくはないですが。で、まあ、例えばですけども、ちょっとこう上のこのタイトルをごめんなさいね。で、タイトルの中にこれ入れとこうか。よいしょ。よいしょ。ああ、これだとちょっと分かりにくいかもな。まあ、これでもありっちゃあり、まあ、くまくんがよくわかんないからな。で、そう、こうした方がわかりやすいか。花壇をちょっと上の方に持っておきましょう。で、じゃあ、これで、よいしょ。よっこらしょ。で、少々お待ちを。よっこらしょ。で、はい、くまくんね。はい。で、まあそうしたときに、例えば、くまくんが、上の方に行かないといけない。くまくんがこんな感じで、まあでもこれでもありっちゃありなような気がしちゃうけど、これ、ほっぽく書いちゃったから、なんかありに見えちゃうけど、この足元がどうとかっていうのがですね、どういうことかというとですね、まあ、例えば、この足元に線引っ張ってみます。よいしょ、線引っ張ってみますよ。ね、で、そうしたときに、この、例えば奥行きがですね、この場合は、多分こういう感じの奥行きなんだと思うんですけども、この先に小線があって、で、まあ、一応小線があるという前提での背景という感じになるような気がしますが、で、その時に、ですね、これ、分かりづらいかな、この背景だと、今、なんで、そのくまくんが違和感があるように見えてればいいですけども、このくまくんの身長って1メートルで、このままビューンと小線の方に持っていったときに、これだとわかんないかな。これと、これがちょうど1メートルなんですね。で、1メートルっていう割に30センチの花壇が1メートルの感じになってない。これ、わかりづら。まあ、言いたいことはわかります。まあね、言いたいことはわかるんですけど、言いたいことを分かっていただければいいんだけど、なんだろう、クマがデフォルメになってて、絵的に成立してしまってるっていう、ね、言いたいことはわかります。どこに置いても成立しちゃうんだよね。そうね。まあ、ギリ成立しちゃってるんだよな。ですね。まあ、例えばこれ1メートルってするからよくないのかな。くまくんのスケールをおかしくしようか。まあ、また、クマだと多分デッサン業とか、もうちょっとキャラクターだとそうですね。なんかこう、これ、まあ、どんなんでもなんかありになっちゃうんだよね。だってこれもし30メートルって言われても、まあ、そうかってなっちゃう。10メートルってするとおかしいんだけど、まあ、おかしい。まあ、その何がおかしいかっていうと、なんでしょうね。じゃあ、この30センチのこの花壇の後ろにくまくんがいたとして、どこあたりがじゃあ成立するかっていうのをやってみましょうか。で、まあ仮にくまくんは元のままの大きさで、ちょっと奥の方に行ってもらって、で、花壇が30センチなんで、この花壇はすごい、ここら辺にあってくればどうにかなるんじゃない？ちょっとやってみましょうか。で、これ、花壇にはパーツがついてますので、こんな感じでしょ。ビューっといく。もうちょっとか。ビューっといくでしょ。で、その時に、これ、小線がある場所が、一応、カメラの高さではあるんですよね。アイレベルがありますよと。で、アイレベルはどれぐらいだい？今これが30センチでしょ。30センチ、60センチ、90センチ、120センチ、多分150センチぐらい。カメラの高さ150センチ。150センチのカメラの高さ。そうしたときに、これが150センチ3メートルね。で、これが3メートルなので、3メートル、6メートル。もうちょっと、なんですか、くまくんを奥の方に置けばいいんだね、この場合ね。くまくんを奥の方に置くっていうのはどういうことかというと、足元を上げるんですね。これ、
ート台、これでちょっと上がったよ、足元が。で、そうなると、今度は何が変わったかというと、ここの奥のくまくんのスケールが変わってるので、これで今、多分ね、ちょうど10メートルぐらいになってるはずよ。で、まず行きましょうか。地面からここまで、足元を上げたことによって、ここ、地面からアイレベルまでの150センチのスケールが変わったんですね。で、これが150センチ。なので、これがここまで。これが3メートル。これが3メートル。ここ3メートル。ラッキー3メートル。これ3メートルね。3メートル。ここに書くと意味がわからなくなる。3メートル。ね。なので、これが3メートル、6メートル、9メートル。お、ぴったり10メートルぐらいじゃない？ね。ここまでが9メートルなんで、で、プラス1メートルぐらいっていうので、10メートルのね、くまくん。で、足元を上げていくと、そこにあるものはどんどん小さくなっていくんですね。で、足元を下ろしていくとって言ったら変ですけども、例えば、アイレベルが今、150センチっていう状態なんで、くまくんを仮に、よいしょ、下ろしますね。こう下ろしていくと、今、くまくんの身長が、ちょうど150センチの身長のくまくんだったらこうなるんですよね。で、こうすると160センチぐらいですか。で、こうするとちょうど150センチのアイレベルが真ん中にあるので、なので、くまくんは今3メートルぐらいになる。なので、足元を変えると、そこにあるもののスケール感が変わってくるんですね。で、パースの中でっていうか背景の中で、そのスケール感が合ってないと思ったら、キャラクターをもし大きくしていきたいのであれば、足を上げてあげればちょっとずつ大きくなりますし、もし背景を小さくって言ったら変か、キャラクターを小さくしていきたいのであれば、拡大縮小でも小さく大きくなりますけども、キャラクターをちょっとずつ下げていくと、そのキャラクターは小さいってことになっていくんですね。で、なので、その感覚で、一応、なんでしょうね、どこか僕が考えてる節はあります。で、難しいことを言っていけば、もっとフィットさせる方法はあるんですが、もしここでキャラクターと背景を、簡単にというのか、手軽にスケール感を合わすっていうのであれば、キャラクター、もしデジタルであれば、レイヤー分けられているのであれば、移動しやすいと思いますので、キャラクターをちょっと上げるだけで、キャラクターのスケールは変わってきますので、そうやって調整してみてはいかがでしょうか。はい。で、さらにですね、エルマさんから、はい。花壇や部屋の中にいるキャラクターみたいに立体感があるものに囲われた中でのキャラクターとのサイズ感を合わせるのに毎回悩んでいますっていう。はい。キャラクター、そのパースがある中でも同じなんですけども、要はそのキャラクターが何センチぐらいで書いてある、例えば家具であれば、家具が何センチぐらいかとか、そういうのが分かってくると、部屋の中で合わせやすくなります。主人公の周りにたくさんの人を描いているとモブが巨人化したり子供化してる気がします。どういった方法で決めていけばよいでしょうか。はい、コメントありがとうございます。で、また別の方がですね、はい。小視点やアイレベルの決め方、いつもね、頭を抱えていますと、主人公の周りにたくさんの人を描いてると、モブが巨人化したり、ちっちゃくなったりと、どういった方法で決めていけばよいのでしょうか。はい。主人公の周りにね、キャラクター、モブキャラ描くと、そのモブキャラの方がでかくなったり、ちっちゃくなったりすると。はい。じゃあ、一応、ここにいる先ほどのエルマさんからのお悩みを、答えるような形で、ね、お部屋描いていきましょうか。せっかくですからね。で、お部屋描いちゃいます。お部屋だよ。よいしょ、お部屋だよ。よいしょ、お部屋だよ。なるほど。はい。で、これ、わかりやすく一点通しっぽくしておきましょうか。で、この先に主要線があるんだよってのでね、どっかここに主要線があることにしましょう。で、その小方線の方に向かって一点通しですからね、一つの小方線の方に向かって、一つの小方線の方に向かっていくのが、これが、お部屋ってことになりますけども、くまくんの方を上にしましょうか。で、これ今、くまくんのスケールはないことにしましょうか。わけわかんなくなっちゃうからね。10メートルのくまくんがね、部屋の中に入れないですからね。こんな感じで。はい。で、これ、よいしょ。一応ね、講座では、ちゃんと皆さんに分かりやすいっていうのがね、
双方向でやっていきますが、今回は一方的になりますので、そういうことなのねっていうふうに考え方がちょっとでも皆さんにお伝えできればいいかなというふうに思うんですが、じゃあちょっとこれ。ね。で、アイレベルの決め方ってなかなか難しいような気がするんですが、まず、なんでしょうね、書きたい構図を書いてみると。で、そうしたときに I レベルがどこにあるかっていうものが見えてきますので、この場合、書きたい構図の中で I レベルはここです。ね、アイレベルっていうのはカメラの高さと心得よということでお願いしますね。で、アイレベルは目の高さじゃないですよ。今ちょっとくまくんの目の高さ来ちゃってるので混乱が生まれそうなんで、アイレベルは目の高さじゃないよ。ね、目の高さなんか知らねえよと。ね、目の高さなんて思ってるやつは背景がうまく描けなくなるよ。辛いこと言ったね。で、アイレベルっていう言葉はね、いろんな業界がシェアする言葉でございまして、建築パーツの業界とか、カメラを撮ってる業界とか、で、僕らみたいな絵を描く業界の人たちがアイレベルの言葉をシェアするんですけども、建築パーツの業界とカメラを撮る業界の人たちは、人の目の高さをアイレベルという表現をしたりします。ただ、僕らみたいな絵を描く界隈の人たちは、アイレベルはこの場面を撮ってるカメラはどこの高さに置いてあるか。なので、ここの中には、アイレベルってものは見えてるんですけども、ただ、本来、こちら、この場面を撮ってるカメラは見えてないんですよね。要は、僕らみたいな業界、絵を描く業界の人たちっていうのは、自分がカメラマンになった感覚で、どこにカメラを置けば自分が描きたい構図になるんだろうとか、それを考えていくしかないっていうことなんですけども、なので、このアイレベルは、部屋の中でここにあります。で、アイレベルの決め方ってなんだろうなと思うんですが、自分がどんな構図を描きたいかが、アイレベルの決め方になるような気がするんですよ。で、誰かが決めるわけじゃなくて、自分がアイレベルを決めるってことになると。で、例えばこの場合なんですけども、アイレベルは、ここで簡単にクイズができればいいんですけども、アイレベルって何センチぐらいでしょうかなんつってね、今ね、空のさんに聞いてもいいのかなというふうに思うんですけども、ね、このアイレベルって何センチぐらいだと思いますかって言って、パッと返ってくればいいんだけどね、そうはいかないと思うので、これのアイレベルの考え方って、じゃあ、この部屋の天井って何センチなんだろうっていうので考えられます。で、例えばですね、ほとんどのお部屋の場合、皆さんのお家がいいお部屋だったらそういうわけにはいかないんですけども、大体のお部屋の場合ですね、普通のお部屋であれば、天井の高さは大体2メートル40センチ。2メートル30センチから2メートル40センチぐらいだと思ってください。で、この場合2メートル40センチの方が分かりやすいので、2メートル40というふうにしましょう。で、その場合ね、ここから床から天井までが2メートル40センチなんですね。で、ここまでが2メートル40センチである。じゃあ、カメラの高さは今何センチぐらいのところに置いてあるかっていうのがこれでわかるんですけども、こっからここまでが2メートル40センチですから、その大体真ん中よりもちょっと下ですか。ね、真ん中よりもちょっと下ってことは、真ん中だったら、それはぴったり240センチの割る2ですから、120センチっていうのが分かってくるんですけども、ちょっと下であれば、この、アイレベルの高さは、だいたい110センチぐらいであるということになるんです。はい、なるほど。ありがとうございます。なので、このアイレベルは110センチぐらいかなっていうふうになるんですけども、そんなめんどくさいこと考えて書かなきゃいけないのっていうふうに思うかもしれませんが、これって今書いたものから出したアイレベルの高さなんで、アイレベルの高さがまずありきではないような気がするんですね。で、自分がどんな構造を書きたいかっていうのがまずはありきで、その後でアイレベルの高さっていうものが決まってくるのかなっていうふうにも思うんですよ。なので、どっちが先かなんてことはちょっとなかなか言いにくいものであるんですが、ただ僕はこの構造を作るときに、アイレベルを110センチの位置に置こうと思いながら書いてるわけではないので、結果的にそうなってるっていうだけな感じというのかね。まずは自分が書きたい構図があって、自分が書きたい構図から小線が見えてくるな、小線があるところにはアイレベルがあるんだな、そうすると、必然的にというかね、これ自動に自然とこれがね、出てくる感じはあります。目の
っていて、いつも同じ構図にしかならなく困っていました。コマに入れていくと同じ構図ばかりで自分で決めていくものなんですね。アイレベルの凝り固まったイメージを壊してくれるとありがたいです。ありがとうございます。ぜひね、今回の、ね、今のお話が少しでもね、ご参考になればなと思います。ありがとうございます。まあどうしてもね、アイレベルって言葉のせい、言葉が悪いんですよ。作った人、まあなんだろうね。まあいいや。もしね、もっとわからない、もっと知りたい場合は、背景美塾の初級講座ってやつで、この内容ね、がっつりできますのでね、よろしくお願いいたします。はい。さあ、で、そこでですよ。で、一応、アイレベルは110センチってものが決まったと。よいしょ、110センチって感じになりました。で、その時に、くまくん、はい、くまくん来たよ。はい。で、くまくんがやってきましたが、よいしょ、くまくんがね、よいしょ、じゃあ、アイレベルを超えて、よいしょ。いく感じしましょう。はい。で、くまくんがもし仮になんですけども、110センチのくまくんであれば、110センチのくまくんはアイレベルよりも上に行くことはできません。で、仮に150センチぐらいのくまくんであれば、じゃあ違う。まずは240センチのくまくんにすればいいか。240センチのくまくんにするのであれば、240センチのくまくんは、ちょうどここら辺ですか。ここら辺に置くと、これが、よいしょ、くまくんね。くまくん、よいしょ、ここで壁までぶつけます。ぶつかって上の方に行きます。で、そのまま、よいしょ、またくまくんに戻ります。そうすると、ちょうどこのくまくんはお部屋の中ぴったりとしています。はい。はい。ね、ぴったりとしていますので、まあ、おそらくこのくまくんは240センチぐらいであろうっていうのがわかります。はい。で、まあ、240センチじゃないよ。このくまくんは、何センチぐらいします ?180 センチぐらいにしましょうか。180センチぐらいのくまくんであれば、ちょうど、なんていうんですかね、アイレベルの高さが110センチでありますので、なので、もし180センチのくまくんであれば、ちょうど、なんですか、アイレベルまでが110センチなんで、アイレベルまでが110センチだから、ここまで110センチだから、なので、これぐらいだったらどうですか。これが110センチってことは、これ真ん中55センチでしょ。55センチに110センチ。なので、ここから165センチ。165センチ、170センチ、108センチぐらいじゃないみたいな。そういう感じでいけるかなというところです。なので、まあね、アイレベルの高さが何センチぐらいかってものが決まってきたりとかすると、お部屋の中にあるものの高さとかも見えてくるし、まあそこにキャラクターを置くのも比較的やりやすくなるかもしれませんし、で、110センチの、ここ部屋であれば、もしここにテーブルがあるとしたら、テーブルの高さは70センチぐらいなんで、なので70センチぐらいのテーブルであればこんな感じになるんでしょう。ちょっと適当ではありますが。な感じ。スケールを知らないとものが書けないってわけではないんですけども、ただ、もし悩んでしまうぐらいであれば、まあこういう、悩んでしまうのであれば、スケールを知っておくと、ちょっとだけ手助けはしてくれるかな。ね、で、奥の方のものが大きくなりすぎるとか、キャラクターが小さくなりすぎるっていうのは、やっぱりスケールが違くしてしまうのが原因なんですね。で、例えばなんですが、奥の方に同じクマくんがいたとして、この同じ180センチのクマくんがこういうふうにいたら、その奥の方のクマくんは、まあやっぱり絶対おかしい感じになっちゃうんですね。ね、同じ180センチのクマくんがいるのであれば、どこまで行ってもクマくんの高さは変わらないわけなんで、もしね、奥の方に同じクマくんがいるのであれば、よいしょ。奥の方に同じクマくんがいるのであれば、アイレベルの高さってどこまで行っても110センチなので、奥の方に180センチのクマくんがいたとしても、アイレベルの高さは常にこのちょうどクマくんの喉元あたりって感じですかね。ぐらいに置いてあげると、奥の方のクマくんも、まあなんかね、違和感のない感じになります。ただ、まあこれっていうのは背景が先にある状態になっているので、おそらく今悩まれてるね、なんだ、エルマさんは、もしかしたらなんですが、まあ、奥の方にね、奥の方にクマくんがいて、で、もしかしたらですけども、ね、アイレベルっていうのは目の高さなんでしょうっていうふうに思ってしまったら、こういうふうになっちゃうんですね。で、そうすると、奥の方のクマくんは、手前の方のクマくんよりも身長が低いってことになっちゃうんですね。まあ、
ね、どこまで行ってもくまくんの目の高さ、仮に180センチのくまくんであれば、アイレベルはおそらくですけども、160センチぐらいにアイレベルあるんだろうなと思うんですね。なので、このくまくんは180センチぐらい見えてるんだけども、160センチのアイレベルよりも低いこのくまくんは、おそらく今155センチぐらい見えてしまっている可能性があると。で、同じようなキャラクターを置いたのにちぐはぐしてしまうって時には、このアイレベルの感覚がおかしくなっている可能性もありますので、じゃあ、この時に、こうなってしまった時に、アイレベルはどこに置けばいいのかっていうことになるんですけれども、これ、どこまで行っても同じ高さがアイレベルってことになるので、まあ、ちょっとね、簡単に出しますよ。簡単に出すのであれば、どれぐらいですか？どれぐらいですか？これぐらいですか？これぐらいですか？おね、これだと、これちょっと同じ高さになってないね。どこだ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 あいや、書いてなんてかどこですかどこですかまだってことまだ、これが、ちょうど今、同じ高さになりましたか。手前の方のくまくんの尻尾のちょっと上ぐらい。ね、このお腹の輪っかの下ぐらい。ね、奥の方のキャラクターも同じ感じになってますよね。つまり、ここにカメラを置いてあげると、アイレベルを置いてあげると、ちぐはぐにはならないっていうことになります。で、じゃあ、こうなった時に、今、アイレベルは何センチぐらいなのかっていうのを考えてみると、これ、頭から足元までが180センチのくまくんであれば、その真ん中が、ちょうどこれが180センチやから90センチ。で、その真ん中が45センチ。45センチ。で、それよりもちょっと低いから、おそらくのアイレベルは40センチぐらいにあろうというのが、なんとなく見えてきますので、40センチぐらいの猫ちゃんがもしいたとしたら、その40センチぐらいの猫ちゃんはこんな感じになるし、ね。で、奥の方に40センチぐらいの猫ちゃんがいたとしても、基本的にはこんな感じになるし、すんごい近いところに40センチぐらいの猫ちゃんがいたとしても、基本的にはこんな感じの猫ちゃんになりますよ。どうでしょうか。一応背景の方から先考えるやり方と、キャラクターの方から先考えるやり方、そこにスケールも含めて、ね、ちょっとご説明をさせていただきました。めっちゃくちゃめんどくさそうに見えるかもしれませんが、慣れていくと、これをね、自然とできるようになっていきますので、最初のうちはね、ちょっとこう考えながらって感じになるかと思いますが。はい。大丈夫ですかね。はい。はい。じゃあ、そうしましたら、いつも大体1時間ぐらいやっておりますので、こんなところですかね、今日は。はい。で、こういったパースの話、特に背景美塾ではこういったところめちゃくちゃ重点的にやっておりますので、ね、初級講座、パースの話、ちょっとアイレベルが分かってないなとか、自分の中でふんわりしちゃってるなって方にはめちゃくちゃおすすめです。一生に一度ね、こういった背景の講座受けてみるのはいいんじゃないかなと思いますよ。はい。はい。では、そうしましたらあっという間ではございますが、今回の YouTube 配信は以上となっております。はい。一応、この後、メンバーシップ。メンバーシップがあるのできますか？メンバーシップ、このアイレベルに毛を生やすぐらいだ。じゃあ、はい。めちゃくちゃよくわかりました。自分のできてないところもよくわかりました。ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。なんで、ちょっとこの後すぐにまたね、メンバーシップでライブ配信をね、ちょっとね、やらせていただきますので、メンバーシップの方ね、もしよろしければご覧ください。もちろんアーカイブ残りますんで、後で見ていただいても全然大丈夫です。はい。はい、というわけで、今回も多くの方にコメントいただき、ご視聴いただき、ありがとうございました。あと、ね、もうちょっとできれば準備をしてやれればと思っておりますので、ね、こんなにアドリブでね、本当にね、30分前に入国して見ていただいて、本当にありがとうございます。どうぞね、今後ともよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。というわけで、今回の YouTube 配信以上です。お疲れ様でした。はい、この後はスペースシップじゃない、なんだ、メンバーシップございますのでね。はい、お願いいたします。はい、お疲れ様です。アイレベルの線に触れる部分が同じだと大きくなっても小さくなっても狂わないんですね。ありがとうございます。お疲れ様でした。